戦国の忍び。どうする家康に学ぶ日本史。三方ヶ原は長宝戦で決した。徳川家康は三方ヶ原の合戦で武田信玄に大敗を喫する。この戦いでは伊賀や甲賀の忍びによる最大の長宝作戦が繰り広げられた。戦国の忍びがどのような働きをしたのかを詳しく見ていこう。徳川家康は伊賀出身の武将服部半蔵を通じて伊賀の忍者を多く用いた。一方の武田信玄は今川氏を滅亡させると今川領に住む甲賀出身の忍びを多く召し抱えている。織田信長の家臣には甲賀出身の滝川一益がいたため、当初甲賀は織田軍に味方した。しかし1570年元亀元年、信長が近江浅井長政に揺らぎられて危機に陥ると、六角義方は伊賀衆と甲賀衆を味方につけて挙兵する。織田軍の柴田勝家と佐久間信盛に完膚なきまでに打ちのめされた伊賀衆と甲賀衆は以後織田軍と対立している。武田信玄は敵の情報を探る目的で三物と言われる忍びを多く用いた。信玄は忍びを相見、見分け、目付の3つに分けて三物と名付けて禄を重くして大切にした。そして戦の時には敵の情報をいち早く掴んだので、武田信玄は一度も不覚を取らなかったと言われている。信玄は三物以外にも信濃の国根津京の歩き巫女を統括して諸国の情報を探らせている。信玄に仕えた歩き巫女の望月千代女は伝説の人物だと言われるが、根津氏や望月氏は共に重の一族である。この重の一族には真田一族がいるところから、あながち伝説とは言えない部分がある。徳川家康は忍びを多用する武田信玄に対抗するために服部半蔵を通じて伊賀忍者を用いた。では信玄や家康はどのような基準で忍びの者を選抜したのだろうか。軍法侍要衆には特に他国へ派遣する忍びは厳選しなくてはならないと書かれている。そして1、知恵ある人、2、記憶力のある人、3、弁の立つ人の3点が重要視されたと書かれている。忍びの者は敵地に潜入して正体がバレてしまえば命はない。そのために忍びは占い師、坊主、商人、古事記などに変装するのが常であった。忍びは敵の軍法、法律、軍隊の編成、合言葉、敵の大将や物頭の人相、地理や城の構造などを調査した。北条の風魔、伊達の黒羽き、上杉の軒猿、武田のすっぱなど、戦国時代の忍びには様々な呼び名があるが、戦国大名はそれぞれに忍びを重用した。しかし武田信玄ほど忍びを多用した人物はいない。信玄は甲州金という資金源を背景に多くの忍びを用いて無敵の強さを誇った。1573年元亀3年、三方ヶ原の戦いで徳川家康は武田信玄に完膚なきまでに打ちのめされた。
家康は浜松城に逃げ帰る途中に脱糞したという逸話が残るほどに大敗を喫している。後に家康は武田家が滅びると多くの武田旧臣を雇い入れている。それには三方ヶ原の戦いで家康は九死に一生を得ているが、頂前で敗れ武田の忍びの恐ろしさを骨の髄まで知ったからである。徳川家康は後に大阪の陣で真田幸村に苦しめられるが、最後の最後まで武田の忍び出身者に苦労することになるのである。